にちこんにちは。は、アミリスの徳子です。ネリです。本日は、去年ですね。去年もすでに出ておりますブルックリンツイードの糸だけを扱った、ノーザンライツという本の紹介を今一度するという回です。はい、で、それでですね、今ブルックリンツイード、この糸ですね、糸メーカーのブルックリンツイードがノーザンライツの春をやっておりまして、そちらを、他社ながらに説明すると。で、毎月なんか当たるんでしょ、蓮田さん。なんかもう結構期間が長いからで、はい、今年の2月から、はい、12月かまで、ロングスパンで、10ヶ月、毎月なんかウィナーがそうなんです。で、何か当たるっていうね。そうなんです。で、それで、私当たった人を知っておりまして、カルの参加者がそこまで多くないので当たりやすいということでしょうか。ポイントは。で、それであんた人は何かタグ付けをするんですね。これじゃない？ BT ノーザンライツカルっていうタグ付けをしますと、BT チームがそれを拾うということになっておりますね。ハッシュタグもやってますし、ラベリーにスレッドもあると。スラックにもチャンネルがあるのね。ノーザンライツカルスレッドがあり、知らなかったね。このスラックチャンネルを BT は使ってるって今学びですね。それで毎月プライズがあって、10ヶ月にわたって毎回あるのが、BT のギフトカードと、アミリスのバックナンバーと、あとうちからステッチマーカープレゼントっていうのが全部が一人の人が当たるっていうことだと思いますです。で、12月にグランドプライズというのがあって、それが$500分のギフトカード。すごいよね。$500すごくない？私も欲しいぐらい。$500ブルックリンツイードギフトカードと、私たちも$100アミリスギフトカードがプレゼントされるっていう。このグランドは誰なのかな、マンスリーウィナーから選ばれるわけでもなく、ではないんじゃないかな。新しくじゃない？じゃあまだ皆さんチャンス到来中。ぜひご参加ください。ということで、今一度ノーザンライツについて、去年ちょっと本が出たのが遅い時期だったので、いつだった？もう忘れちゃった。11月の終わり？12の頭ぐらいかも。12の頭かな。そうか。なので、なんかショールとかを編むチャンスがないまま終わってしまった感があって、今一度ね、こちらはこの本の発端は、もうアミリスの糸しか仕事で編めない私と大鶴さんがですね、私たちシェルターとか見たくないっていう切実な気持ちをメリさんにお伝えしたところ、本作っちゃえばいいじゃん的なノリになり、作ったんですが、それでジャレットに声をかけたら行くみたいな話になって、じゃあやろっかっていう。そうなんです。なんでこの中のカメラマンは、ブレックリンツイードオーナーのジャレットがカメラマン、全部ジャレットが撮った写真が中に載っており、そんなこと言ったのに私はデザインを出していないということにはなってるんですが、大鶴さんちゃんと出しております。大鶴さんがデザインしてくれたのが、このショールで、そうなんです。見た方もいらっしゃると思うんですけど、ブルックリンツイードの、インスタで結構このショールが紹介されてまして、人気ですね。BT チームにも。そうなんですよ。それで彼らが選んだサンプルの色がすごい可愛くて、私それでもう全く一緒に編みたいなと思って、ここに糸もあるんですけど、これは私の糸です。いつもすぐキープするよね。いや、なんかこの色とかがある時とない時があるんですよ。これがメインカラーになってた？赤が。だね。緑の部分が赤かな。なんで、なんか取っとかないと編みたいと思った時に糸がないかなと思って、
にしております。皆さんも見てみてください。すごい可愛い。そうですね。っていうことで、グリーンナリービューですか、これは、っていう大鶴さんの大鶴さんらしいショールになっておりますね。はい。ブリオッシュがね。はい、ブリオッシュが流行っている大鶴さんらしい。ブリオッシュとガーター編みで、表と裏が全然わからないっていう点がすごいいいなと思っております。確かに見た目は違うんですけど、表と裏で。でもどっちでもいいっていう、どっちでもいいと思います。はい。になってますね。まあ私が言いたいのは私の手が頑張ったっていうことですね。はい。頑張りました私。映ってないですけど、私がこれを話したところになってます。共同作業で風待ちでしたね。2人で、はい、あ来たみたいな感じでやりました。ジャレットと3人で頑張りました。で、メリさんが着てるのがフィオナですかね。フィオナのこんなんじゃないきっとこれ結構人気パターンでクロップド、すごいうまい。表編みと裏編みの使い方がすごくうまくて、そうですね。フィオナなんですけど、男性も着られるっていうコンセプトで作ってるので、そうですね。基本的に全部ね、ユニセックスなんですけど、これはジーゲルっていうのかチーゲルっていうのか。メリさんが着てるのはクロップドバージョンですね。はい。丈短めで、私たちにはこれが結構ちょうどいい。それでここにちょっとだけ地模様入っております。はい。この表編みから裏編みに切り替わるところが裏編みになってます。この凹凸がある、これがなんかレンガの模様みたいな感じですね。はい。まあ着やすいんじゃないでしょうか。というのがフィオなので。それで私のこのカリーがすごい気持ちがいいです。もちもちしてて。でこのカリーがなかなか手に入らないってことで遅れたんですよね。本が出るのがね。で私もこれカリー着てまして、クリスティン・ジュエルですか、ソルスティス合ってました、ソルスティスの、まあ、ロングカーディガンになってます。前が留めないそうですね。模様は結構単純なんですけど、これでロングでのカリーで分厚い感じっていうのがすごい可愛い。まあ上等な糸でありますけど、家で着るのに最適ではないでしょうか。はい。ね。いいよね。あと腕が意外と細いよね。腕が細くてシュッと見えるのではと思います。はい。でそれでこちらが名前何でした？アルバーなのかな。でダリオ何人でしたっけ？イタリア人でしたっけ？それでダリオってイタリア人の方と初めて仕事をしましたが、そういうデザイナーさんなんですよね、この方ね。なんか多分アパレルのデザインをしている人で、それでこの作り方が非常にアパレルっぽい作り方になってます。この肩のラインとかがすごいうまいです。ここですね。ここがもう本当にアパレルっていうか感じなんですけど、私これ普通の形で気に入ってます。まあちょっと私にはこれ大きいですけど、でこれをまあ私の大好きななんかこうはっきりした色で編むと可愛いのかなっていうので、これ見た時から洒落てるなっていうのが気になってます。ね、これも表と裏だけですごい。トーンズなんでシェルターでいけるんじゃないですか。はい。トーンズも使えますし、もちろんシェルターも使えるということになってます。これは澤田さんですね。これ鍵針に見えるよね。棒針なんですよ。鍵で編んでもできるんだろうかっていう感じの。なんですけど、棒針なんです。これはですね。でもこれもトーンズとシェルター混ぜている。なんとでもなります。トーンズとシェルターの両方とも同じ太さで、こっちのサンプルもこれはシェルターだけかな。こっちはあれですね。この色がもうトーンズの色だから、両方混ぜて使えるので、結構色のチョイスがいっぱいある。かぎ針風ですが棒針っていうところが面白いところですね。で3色でなんとなくグラデーションっぽいストライプになっているのが面白いなと思います。そうですね。ちょっと穴が開いているので、
これはね男性向けサンプルです。これ男性サンプルですね。はい、男性サンプルですね。大きいです。男性のパターンが欲しいなって思ってる方はぜひお願いします。こちらの方。そうだね。はい、男性が編めるもの。メンズのパターン作らないんですかって聞かれるんですけど、この本はまさに。はい。さっきのやつもメンズサンプル、写真にありますし、いいですね。で、私もう一つあってメゾンなんですね。これシェルターとロフトでしたね。それで編むんですけど、まあこれ裏でこれ表なんですけど、まあちょっとねよくできてるんですよ。そうだよね。このチェック、私こんなの編もうって思ったことないし、すごい面白いなと思って、編み方も含め編んでみたいなって思ってます。これは本当に最近ねチェックのパターンって後で縦線だけかぎ針でつけるっていうのが意外と多いんですけど、これ編みながらだと思うんですよね。これは本当に編みながらなので、はい、そうなんです。あと端っこの方がよくできてんだよね。そう、ここがだからその編みながらこれを作ってるってところがすごく面白いなと思って、こっちから多分来てるんですけど、裏はだってこうなってるので、で面白いしいいなと思って、でシェルターとロフトの組み合わせなのでそれもいいなっていう、可愛い色で編んだりしたら素敵かなって思ってます。はい。ね、これは仕上げ含めてすごいいい感じ。面白いですね、このショール。というのが編みたいものセレクトでした。今からカルに参加するなら確かにこれは片岡さん、日本人のデザイナーさんの、何ですかこれ？ベレでいいんですか？これはね、アーバーだと思いますね。はい。アーバー一つずつそうだと思うかな。あっという間にできますし、後ろがね、アーバー自体はあんまりそんなにすごいしっかりした糸ではないんですけど、この編み方だと結構自立しそうな感じで、プレゼントにもぴったりかと思います。はい。カルに間に合わせた人ですね。これだったらもう本当に1ヶ月もかからないで編めるかなと思いますね。はい。というのがおすすめでした。まあ他にもたくさんパターン載ってますし、男性が編めるものも、何点かありますので、よろしければ。一部を除いて基本的にはユニセックスそうなんです。それがジャレットと話して決めたものなので、そうじゃないのはまあこれぐらいかな。これがちょっとこうフェミニンな。そうですね。サリのシーバードのこれですね。いやいいんですよ、男性が着てる。はい。お好きにされていいと思いますが。サイズは多分すごい上まであると思います。なんで全然着られると思います。そのぐらいじゃない。だって別にアリスのこれだって男性が着ても構わないと思いますし、はい。何にしろサイズ展開ものすごくありますので、基本10サイズ展開されてると思いますので、誰しも編めるパターンあると思います。はい。ではぜひカル参加してみてください。この動画がいいと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメント、お好きなねパターンなんかあったらぜひコメント残していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。